めちゃめちゃ残価設定が今のところ悪いと思ってないんですけど、これって私がやっぱ無知なだけというか、やばいかどうかがちょっと自分ではあんまり分かってなくて、見直していきたいなと思います。はすこチャンネル。皆さんこんにちは、はすこです。はい、やっとですね、やっと残クレが終わってハスラーが自分のものになります。残りのね残価をどういう支払い方法にするかっていうのをこの前ですね鈴木に行って、で私は今回残りを満額一括で支払って自分のハスラーにするっていうことに決めました。はい、っていうのもですね、最終残額が37万2300円なんですけど、そのままやっぱりねローンをディーラーのローンを組んじゃうと高いかなっていうのがあって、それが怖くて今回一括で支払おうっていう風にはなったんですけど、結構もうその残クレ自体がそもそも世の中的には結構闇というか悪いものみたいな風に言われてて、よくアルファードとか結構高級車の方になると金利が高いというか、利息が結構あって、なんか払ってるのに元金はあんまり減ってないっていう状況があると思うんですけど、私が今やってる残クレ設定がなんかやばいかどうかがちょっと自分ではあんまり分かってなくて、ちょっとね見直していきたいなと思いますこちらがですね実際に契約した時の書類なんですけど、車両本体価格が136万5100円で、付属品とか特別仕様っていうのちょっとよくわかんないな、10万7490円、この2つの合計が147万2590円で、このね諸費用合計っていうのがちょっとよくわかんない9万5410円、現金一括でもし買ってたら156万8000円で購入できたっていう感じです。私は今回買えるプランを設定してるので、ちょっとまた金額が変わってくるんですけど、当時頭金を6万8000円入れてたので、この残金が150万になって、でこれが金利が確か 1.9% だったんですけど、分割手数料として8万9723円、最終的に165万7723円、 1.9% の金利の金額っていう感じです。で、支払い回数が60回払いで、初月はちょっと多く払ってるだけなんで毎月1万5500円払って、ボーナス払いを3万円にしてて、でボーナスを年2回に設定して、で払っていくっていう形にしてましたね。今のままだったらあんまりそういう詳しい金利とかちょっと分かんないと思うんですけど、当時ね私もあんま分かってなかったんですけど、ディーラーの方に、クレジットの提案をしていただきました。その時の提案がこちらです。こちらがですねその時提案していただいた書類になります。こっちがですね実際に私が契約した買えるプランで、5年プランで支払い期間が60ヶ月60回払いの、金利が 1.9% の場合月々1万5500円っていう感じで、でこのねやっぱ通常クレジットと比較して提案された記憶があって、この通常クレジットだったら金利が 5.8% みたいで、月々の支払い額も多いし、最終的に支払い金額もちょっと高くなっちゃってて、でやっぱりそうなるとこっちのね買えるプランの方がいいなってなって、そういう誘導もあったと思うし、純粋にこう振り返ってみても、このねやっぱメンテナンスパックっていうのがついてて、本当は8万8900円するパック、そういうなんかエンジンのオイルの点検だったり、そういう点検が結構ね定期的にあって見てくれるっていうパックがついてて、無償でついてくるので、めちゃめちゃ残価設定が今のところ悪いと思ってないんですけど、これって私がやっぱ無知なだけというかね、どうなんですかね。でもさすがにこのやっぱ再分割払い
今この残りの37万2300円をさらにまたローンを組むってなると金利が上がるみたいで 3.9% ぐらいを予想されてたので、さすがにこの金利はちょっと高いなと思って私は一括払いにしようと思った。それはさすがに私でもローンを組むべきではないっていうのはちょっと思ったんですけど、このねカエルプランに関してはそこまでなんかめっちゃ悪いっていう風には思わなかったです。もしこのハスラーを手放すんだったら最終金額が128万5423円だったので、このままいくと実質5年間128万円でハスラーに乗ったみたいな感じになりますよね。で私はそのまま乗り続けるので結局この金額になっちゃったっていう感じです。初子チャンネルで私は結局その当時カエルプランでローンを組んだんですけど、その時は買えるなら何でもいいやみたいな感じで思ってたんで、乗り換えようとも思ってたんですけど、でも今実際こう乗ってみて返す人いるのかなっていうぐらい、だって残り37万払ったら自分の車になるし、今結構中古車市場が熱いんですよね。この前ちょっと勉強というか新たに知識を得たんですけど、私と同じ年式のハスラーハイブリッド G でも、私ちょっと走行距離いってるんでちょっとダメだと思うんですけど、割とね100万円近くで売れてたりするんですよ。なので37万円でこのハスラーを売るのはもったいないですよね、普通に。でもこれは別に絶対に返さないといけないっていうやつではなくて、自分でこう最終支払って自分のものにできるのにちゃんと金利は 1.9% で使えるから、もうこれを残クレと捉え、もう残クレって書いてますもんねだからそう考えると結構いい方なのかなとは思います。そういういわゆる世の中の全てのこれって悪いんだよみたいなのが必ずしもそうじゃないのかな。やっぱりその残クレでも買えるプランでもそういうのに適してる人もいると思うからかな初子チャンネル良くも悪くもやっぱりこう私みたいにあんまり知識がない人は組みがちなんですけど、今回ですね、当時ちょっとその時そのサービスがあればよかったなっていうサービスがあって、クラウドローンっていうサービスなんですけど、これがですね低金利マッチングサービス、複数の銀行の金利を比べられるっていうマッチングサイトなんですけど、このクラウドローンっていうのに、登録して、自分の希望の金額を入力すると保証会社が審査してくれて、複数の銀行から自分が借りれる金利の提案が届くっていう形なんですけど、複数のね提案が届くので、こうやってやっぱディーラーのねローンだけだったら2択とかになっちゃうんですけど、クラウドローンでネットでこうポチポチってすごく簡単で、それだけですごい選択肢が増えるから、もう次私車を買う時、現金一括が無理な場合はそのクラウドローンをまずは登録して、ディーラーのローンも比較してちょっと選択肢を広げて車を購入するっていう風にしていければなっていう風に思っています。クラウドローンも3ヶ月有効期間があるので、車決まってなくても審査を出してみるっていうのもいいんじゃないかなっていう風に思います。私も車以外もあって、なんかちょっと出してみたりしたこともあります。すごいね、早かったら1日ぐらいで結果が届きますし、全国いろいろな銀行から提案が届くし、面白いですね初子チャンネルはい、というわけでね、ちょっとここで喋ってばっかりでもあれだと思うので、実際に私がこう審査が通った時、車じゃないんですけど、こういう感じでメールが届いてこんな感じで提案が来たっていうのも見てもらえればなと思います。こちらがですね、私の実際の画面になります。空き家リフォームということで500万で出したんですけど、こんな感じで審査が通過しましたってきて、でこんな感じで
残り時間とか条件とかが出てきますね。先に保証会社の審査があって、そこからいろんな銀行から提案が届くっていう感じです。なのでちょっと普通と逆なんじゃないかなっていうのはありますね。どうなのかな、その辺はちょっとわかんないんですけど。で、もう一個ね、提案が届いてたんですけど、島根銀行と滋賀バンクから今回は来たって感じ。こんな感じでね、全国の銀行があるみたいで、実際のね、メールの画面はこんな感じですね。こんな感じで審査が通りましたっていうメールが来ます。1週間以内にはね、結果が分かった気がします。早い時だったら1日で審査結果が来ますね。初子チャンネル。結果はこんな感じでした。2件来たってことなんですけど、結構私今状況的にちゃんとした会社の勤めではなくてフリーでやってるので、このどこでもね借りれる、結構落ちることが多くて、でそれを自分で何回もいろいろな銀行に行ったりとかこう登録するのって結構大変で、なのでクラウドローンみたいに1個情報を入力するだけでいろいろね審査してもらえるっていうのはすごい楽だし、ショックを受けることが少ないですよねDIY する時間的にもちょっと厳しいかなっていうことで空き家の件はなしにはなったんですけど、車だけじゃなくていろいろも空き家とかね、あと旅行とかもあったし、私はさすがにもうあと2ヶ月で返済なのでローンを組み直すってことはないんですけど、今すでに高い金利で払っている人もクラウドローンをねいろいろ見てみて、自分に似合ったローンに切り替えるっていうことも考えたりできるんじゃないかなと思います。残クレのね闇みたいなのはちょっと私は暴けなかったというかちょろい客なのかもしれないんですけど、今回ねクラウドローンを紹介したんですけど、選択肢がやっぱ増えるので、今後ねなんかこう自分ってローン組めるのかなとか、どれぐらいの金利で借りれるかなっていうのを気軽にね審査できるので、今後もね使っていきたいなっていうふうに思います。クラウドローン、これですね、クラウドローン。日本初低金利ローンマッチング比較サービス。こんな感じで結構いろいろローンの種類もあります。登録するときにお金がかかったりするとかいうこともないですし、ネットで申し込みたい方とか、複数のプランから選びたいとか、低い金利で借りたい方とか、迅速に借り入れれるっていうのもいいですよね。初子チャンネル。で、もうすぐね5年目ということで2024年も終わりになるので、交通の神様の神社に、お礼参りに行きたいと思います。ここ5年ね大きな事故もなく乗れてきて、またこれからも安全運転するので大きな事故もなく過ごせますようにっていうお祈りもしていきたいなっていうふうに思います。それでは行ってきたいと思います。できましたね。お参りに行ってきたいと思います。交通の神様として福岡、九州、山口とかでは結構ね有名な神社で、去年はですねなんかうさぎのねお守りみたいな、おみくじみたいなのして当たりましたね。
今年も無事故でね、できてお礼を伝えてきました来年も無事故で安全運転で過ごしていきたいなと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。